皆さんこんにちは。今日はバリ島からジャワ島に移動していきます。バスを乗り継いでやってきたのはこのかなり立派なメンウィーバスターミナル。ターミナルに入り奥に進んでいくとチケットカウンターがあります。何社かのバス会社があってジャワ島第2の都市スラバヤ行きはどこも25万ルピアでしたが、1社がすぐ23万ルピアに値下げしてくれたので即決でその会社にしました。値下げしてくれたのはミサトホモドさん。スラバヤの場所はここ。今回お世話になるのがこちらのバスです。シートはふかふか、フットレストと毛布もついています。そしてスナック詰め合わせもいただきました。中身はカップラーメン、ポテトチップ、クロワッサン、クッキー、ミネラルウォーター、ウェットティッシュ、インドネシアお菓子、キャンディーが2つ以上です。禁煙のバスでも運転手さんは気にしません。3時間かけてギリマヌー空港に到着しました。なんとここではバスごとフェリーに乗っていきます。フェリーに乗り込むとバスから降りてフェリー内を散策することができるので、デッキに出ると月が輝いていました。さよならバリ島。対岸のジャワ島はもう見えています。今回乗った船はこちらでした。船内では思い思いにくつろいでいます。ケタパン港に着きました。ジャワ島上陸です。バリ島とジャワ島の時差1時間を修正します。途中バスのオプションでついているフリーミールを食べてターミナルに到着です。5時到着予定だったのに2時半に着いてしまい、またしてもターミナルで夜が明けるのを待ちます。夜が明けたのでホテルに移動してきました。今日のホテルはこちら、サヒットスラバヤさんです。朝7時に着いたのにもかかわらず、なんと部屋に通してもらいました。珍しく今回はちゃんとしたホテルです。ツインベッドにくつろぎのテーブルと椅子、棚とテレビ、そして荷物置きにスリッパまで、冷蔵庫とケトル、そしてコーヒーと水。アメニティ付きのバスルームは綺麗で、シャワーは固定式だけど水圧は完璧。景色も最高です。久しぶりに人間に戻った気分です。ホテルの近所には潜水艦記念碑博物館があったり、綺麗なモスクがあったりしました。スラバヤは第2の都市と言われるだけあって大きな建物がたくさん。辺境の地に首都移転するならここにすればいいのにと思いました。ホテルの近くに踏切があったのですが、その音が面白い。救急車みたいにピーポーピーポー言うのです。そうそう、このスラバヤではビールを手に入れることができませんでした。今日はジョグジャカルタに移動します。ジョグジャカルタの場所はここ。スラバヤからジョグジャカルタへのチケットはトラベローカというインドネシアの楽天トラベル的なアプリで取りました。このサイトで鉄道のチケットを取るにはちょっとコツがあります。カントリー&ランゲージをインドネシアにしないと鉄道が選択できないようになっています。トラベローカでチケットを取る予定の方は頭の隅に置いておいてください。駅で直接チケットを買う場合は当日しか受け付けていないのでご注意ください。この列車プレールームもついていて、イスラムの国にいるなーって思いました。ジョグジャカルタに到着です。ジョグジャは私たちが大好きな街の一つです。そして本当は前回に来た時に好きになったこのホテルセインチマラムに宿泊したかったのですが、完全に予算オーバーになってしまい断念しました。ここのホテルは未だにレビューも良く、駅近なのでおすすめです。代わりにやってきたのがこの全ムーンホステル。蚊帳のついたベッドに小さな棚と椅子、ダブルベッドなのに毛布が2枚ついてくるのは珍しい。スリッパもついてます。驚くべきはこのバスルーム、なんと半外です。綺麗なトイレに歯ブラシ付きの洗面台、
シャワーブースはトイレと区切られていてアメニティ幹部です。4階はテラスになっていて、この場所でよくビールを飲みました。全ムーンホステルを延泊したかったのですが、満室で延泊できず、泣く泣く宿泊先を移動してきました。今回の宿泊先はこちら、ナレムディアジェンさんです。なんということでしょう。ベッドと鏡と小さな棚、そしてクッション。これが全てなのです。初の共同バストイレ。これがホステル内にいくつかあります。ホットシャワー対応と非対応のところがあるようで、初日は気づかず寒い思いをして水シャワーを浴びました。中庭にはスターフルーツ、ジャックフルーツ、マンゴーと様々なフルーツがなっていました。ここは朝食付きでインドネシア風のご飯が毎日美味しかったです。8日間いたジョグジャカルタに別れを告げ、ジャカルタに向かいます。今回のバスもトラベローカで取りました。ジャカルタの場所はここ。今度のバスもフットレストと毛布付き。スナックもいただきました。中身はミネラルウォーター、ほぼ食パンのサンドイッチ、お菓子でした。ジャカルタのバスターミナルに着きました。またしても深夜にバスターミナルに着いてしまったので、ここで夜が明けるのを待ちます。このバスターミナル恐ろしい。至る所に大型のネズミが闊歩しているのです。夜が明けてホテルまで来たのですが、チェックインまでまだ時間があるので、ホテルの周りを散策してみたいと思います。まずインドネシアにいる間、何度も飲んだエステを買います。日本円にして28円なのですが、甘くて美味しい。ビールを探しにショッピングモールにやってきました。モール内のこのハリハリというスーパーはどうでしょう。ありました。これで安心です。それではジャカルタのお部屋紹介。今回お世話になるのはジュラガンカマルマンガベッサールさん。お部屋綺麗です。ベッドも清潔。棚と机とビールを冷やすのに大事な冷蔵庫。バスルームはホットシャワーも出て、トイレと洗面台も綺麗です。ここのホテルトイレットペーパーがないんだよね。持ち歩いてるからいいけど、現地の人がお尻シャワー後自然乾燥って本当なのかな。あさっては空港から次の国へ出発するので、1日前に空港のそばのホテルに移動します。このバスというかバン、公共交通機関でタダなんだけど、かなり上級者向けでした。Google 先生によるとこういう表記になっていて、絶対バスだと思うじゃん。なんだけど来るのがこれで、しかも番号がフロントガラスに小さく書いてあるだけ。バス停はトランスジョグジャの普通のバス停と同じ場所。このバンの番号は書いてないけど、安心してください。止まりますよ。ちなみにタダではあるけど、バスカードのタッチは必要なのでご注意ください。バンから降りたら30分ひたすら歩きます。空港のすぐそばなので飛行機もバンバン飛んでます。今日のお宿はここ、ボボポットエアポート CBC。 ダブルベッドのカプセルホテルでバスタオルもついています。そしてこの無駄なライトシステム。このカプセル面白すぎるでしょう。共同のシャワー、トイレもすごく綺麗。アジアにいると便器がびちょびちょになっていることが多いんだけど、このホテルはびちょびちょになっていても30分後には綺麗になっていて、清掃が徹底していてよかったです。次回、ジョグジャ8日間をまとめてご紹介。